あなたのリミッターを外し、人生を劇的に変える究極の3つの手順。人生学校です。早速ですが、この動画ですぐ簡単に学べちゃうのはこの3つです。1つ目、なぜネガティブほどうまくいくのか。2つ目、生きる目的があなたのリミッターを外す。3つ目、人生を劇的に変える究極の3つの手順。まず最初に言わせてください。人生はネガティブであればあるほどうまくいく。これ簡単に言うとですね、うまくいかないことそのものが問題ではなくて、うまくいかないことをどう活かすか、これが大事だったんです。7万人を変えた伝説のメンタルトレーナー、橋貝先生だからこその斬新な視点なんですよね。ということで今回はあなたのリミッターを外し人生を劇的に変える究極の3つの手順としてまとめてみます。この動画をご覧いただくことでリミッターを外して人生を劇的に変える究極の方法がわかります。めちゃめちゃ本質的な内容です。それでは楽しく学んでいきましょう。自分のままで突き抜ける無意識の法則の究極のまとめです。あなたのリミッターを外し人生を劇的に変える究極の3つの手順。1つ目、なぜネガティブほどうまくいくのか。まず結論からいきましょう。何かというと、それはネガティブな感情は生きる目的を探せるからです。めちゃめちゃ大事なところですので、もう一度。ネガティブな感情は生きる目的を探せるから。ネガティブな感情が出てくるということは、自分の本当の気持ちに蓋をしてしまっているからこそ出てくる感情なんですね。本当の自分自身と向き合って、本当の自分自身に戻ることができれば、心がバランスを取り戻すというわけです。普通、時間って過去から現在に、そして未来に向かって流れているって言われていますよね。ですが、実は違うんです。時間は未来から現在へ、そして過去に流れているというのですね。だからこそ先に未来のセット、未来の記憶を思い出すようにすると、今という現実が変わってくるわけです。これ、なんとなく伝わりますでしょうか？本来の自分に戻りさえすれば、もやもやするとか憂鬱になるという感情がなくなっていくのです。このとっても大事な先に未来を思い出すためにどうしても必要なことがあります。それが過去のネガティブな体験を徹底的に洗い出すなんですね。ネガティブな感情を深く探っていくと、最終的にはどこに行き着くかというと、それはあなたが生きる目的なんです。こういう私でいたいからこそこのネガティブを経験しているんだとか、私の生きる目的のために今このネガティブを経験しているんだという風に生きる目的に必ず突き当たるというのですね。2つ目、生きる目的があなたのリミッターを外す。私たちは誰もがそれぞれ生きる目的を持ってこの世に生まれてきています。そして自分自身の生きる目的につながる活動をしている時にこそ最大級の幸せを感じるのです。ですが私たちは他人と一緒に生活して社会生活を送る以上、ある程度はですね、社会のルールとか常識を意識せざるを得なかったりしますよね。そんな社会のルールに沿って生きているうちにだんだんと社会的自分が作られていくのです。この社会的自分のために作り上げた偽りの自分に気づいて脱却することが何よりも大事なんです。そして本当の自分を表現し始めると、人間関係もビジネスもうまく回り始めるようになるのです。自分自身の生きる目的に沿う。ただそれだけでうまくいくというわけです。例えば大きな災難にあった時は千載一遇のチャンスにもなりうるんです。人生ってぶっちゃけいろんなことが起こりますよね。そんな時に自分が変化するのは嫌だとか、前の時代が良かったとか、元に戻したいというのではなくて、変化を受け入れて新しい時代と新しい自分を作っていこう。このように変化する人生に対して自分自身の動きを自由に変えて、さあ人生とダンスをしよう。このように考えられる人は災いと見えることが実は V 字回復的になってどん底から飛躍的に伸びる可能性を秘めているんです。ですのでこの With ウイルス、アフターウイルスの時代、今こそ絶好のチャンスなんです。今この瞬間、私は未来が見えずに不安だという感覚と、私は思い通りに活躍していけるという感覚では、未来を歩いていった時、1年後、3年後、10年後、全く違ったものになります。ぜひですね、こんな質問を自分にしてみて、あなたの本当の生きる目的を探ってみましょう。自分は何のためにこの境遇を選んで生まれたのか。このように自分が今までしてきたいろんな体験を一本のストーリー、つまり物語に仕立て上げるようにします。過去の点在している記憶はストーリーにしてよ。
振り返って気づいてよとあなたに強く訴えかけているようなものなんです。あなたは生まれる前に自分の役割を決めてきています。だからこそ自分の生きる目的を思い出すと、意識レベルや体から出るエネルギーがどんどん上がっていくのです。つまり、リミッターが外れてエネルギッシュになるというわけです。3つ目、劇的に人生を変える究極の3つの手順。では、具体的にどうすればリミッターを外して劇的に人生を変えることができるのでしょうか。これをですね、しっかりここからやっていきましょう。孤独感ありがとう。劣等感最高。無価値観最強。まず最初に必要なことは、ネガティブな感情は決してあなたの敵ではないということを知ることなんですね。ネガティブな感情は今のままでは何かがずれていますよということを伝えてくれている大事なサインなんです。ネガティブな感情が出てきた時にこそ大チャンス。その時に出てきた感情をごまかさずにしっかり向き合えば、あなたが進むべき道、そして生きる目的をも教えてくれる超強力な味方になるんです。ここでは代表的な孤独感、劣等感、無価値観についてどんな捉え方ができると良いか簡単にお伝えしますね。まず、孤独感について。自由であるためには孤独が絶対に必要です。哲学者のケルケゴールは言いました。神と交流し、生きる目的を確かめるためには絶対に孤独が必要だ。つまり、孤独は一番自由で最強な状態なのです。次に、劣等感について。優秀さや天才性を存在させるためには、まず劣等感が必要です。つまり、自分より優秀な人がいることを見つけさせるために、劣等感は必要なのです。目の前に自分より優秀な先生たちがいると考えて、その一人一人を着ぐるみだと想像します。そしてイメージの中で着ぐるみに入ります。この時、どういう考え方、価値観でビジネスをやっているんだろうなどと自分自身に問いかけます。そして浮かんだ答えを思い描きます。それを自分の中に吸収していくのです。つまり、優れた人の価値観や考え方を徹底的に取り入れさせてもらうわけです。劣等感は、あなたも彼らのようにやってごらんと気づかせるためにやってきてくれているのです。最後に、無価値観について。無価値観は自分は価値があるという感覚を育てるために絶対に必要です。これをやってる自分は価値があると言えるとか、これを目指している自分は価値があると言えるなど、自分で価値を見出していくために無価値観がどうしても必要なのです。自分という器に他人の評価や世間の価値観を入れてしまっている場合は、器を一旦空っぽにします。そして未来の自分の目的や自分は人生から何を求められているかという視点で自分という空っぽの器に入れていく必要があるのです。つまりまとめると、孤独感ありがとう、劣等感最高、無価値観最強なんです。これに気づけた時にこそあなたの人生はトントン拍子に良い方向に向かっていくわけなんです。朝目覚めた瞬間に義務ではなく欲求で始める。結論から言いますね。これが大事なんです。それは朝目覚めた瞬間から自分が〇〇したいから起きるという報酬系思考に切り替えて毎日を始めるです。簡単に言うと、起きなければいけないという義務で起きるのではなくて、自分が今起きたら仕事ができて報酬が得られるので起きたいから起きるというように、〇〇したいから起きるということです。脳の動かし方には人によって大きく2つあります。それが苦痛系思考と報酬系思考です。苦痛系思考とは何か行動をしたり判断したりするときに不安、恐れ、嫌悪、怒りといったネガティブな感情を生じさせる状況を避けることを基準にして脳を動かすパターンです。例えば、人に嫌われたくないから相手の機嫌を取るようなことをするとか、仲間外れにされたくないから誘いにはできるだけ応じるとか、上司から怒られたくないから仕事を頑張るなどですね。このパターンの人は〇〇すべきとか〇〇しなければいけないといった言葉を普段から使います。常識では〇〇とされているとか、普通こうでしょといった考え方を好む傾向があるんですね。無意識に言ってませんか？この苦痛系思考がなぜ問題かというと、体が危機回避モードに入りやすいからなんですね。すると脳の中の自分にとって苦痛なことを情報処理するときに使われる脳の経路が活発に動き始めるんです。この時に分泌されるのがコルチゾールやテストステロン、ノルアドレナリンといった脳内物質なんですね。
これらは筋肉に血液を集めて緊張させて攻撃性や闘争性を促します。過度に緊張感のある状態が続いてしまうと、体にも心にも良くなさそうですよね。それとは逆に、報酬系思考は何かを得たいという思いがまず先にあって、それに突き動かされるようにしていろいろな行動をしたり決断をしたりするという脳の動かし方なんです。例えば、自分の感性を生かした表現を行うことで世の中の人を刺激したいとか、自分の仕事を通じて多くの人に貢献したいといった思いで行動するときは、報酬系思考のパターンなんです。この報酬系思考が活発になると、やる気ホルモンであるドーパミンや幸せホルモンであるセロトニンなどが程よく分泌されて、体も心も心地よくのびのびとした状態になります。苦痛系思考が働いているときは、一つの状況に対して一喜一憂してピリピリと反発してしまうのに対して、報酬系思考が働いているときは、まあそんなこともあるでしょうという風に状況を受け入れられるようになります。この報酬系思考のパターンが身についてくると、自分が経験するすべてのことが必要だから起こっているんだと思えるようになります。さらに目的を成し遂げるためにわざわざ自分で選んだんだとまで思えるようになっていくのです。起こる現実すべてに対して受け身の状態から主体的に自分が選んだという状態になるのです。すると意識レベルが高くなって体から出るエネルギー量が爆増するわけです。この意識レベルは17段階あると言われているのですが、めちゃめちゃ興味がある方はホーキンズ博士のパワーかフォースかに詳しく書かれていますので、読んだり調べたりしてみてくださいね。間違った信じ込み、間違ったセルフイメージに気づく質問をする。もしあなたが人生は思い通りにならないと信じ込んでいた場合は、その通りになってしまいます。ですが、人生は思い通りにならないという考えは、実は誤った信じ込みなんです。本来は誰の人生でも思い通りになります。では、人生が思い通りになると思えるようになるために、一体何が必要なのでしょうか？それは、本当の自分に立ち返るです。では、本当の自分に立ち返るにはどうしたらいいかというと、究極の質問があります。それは、あなたはわざわざ何のためにその不都合を体験しているのですか？これ実際に動画を止めてじっくり問いかけてですね、考えていただけると本当にいいですよ。あなたが今何か不都合なことを体験している場合は、あなたはわざわざ何のためにその不都合を体験しているのですか？または、これは一体何のためにうまくいかないんだろうか？または、これは何に気づくために必要だったのだろうか？どんな意味があるのだろうか？このように自分に問いかけてみるのです。そして自分の未来の目的を探っていきます。そうすると、あなたの本当の生き方のヒントが出てくるはずです。例えば、今であれば、こんな質問の仕方もあります。ウイルス騒動の中であなたが見出した最高の喜びは何ですか？いや、何言ってるんですか？喜びなんかないですよ。災害や疫病なんてない方がいいに決まっていますよ。多くの人がそう思うと思います。ですが、あえて極端なことを言うと、実は本来物事にはネガティブもポジティブもないのです。ただその現象が起きたという事実があるだけなんですね。もう一度質問します。ウイルス騒動の中であなたが見出した最高の喜びは何ですか？例えばこんなことを思いつくかもしれません。これは自分が新しく生まれ変わるための試練なんだ。そのために一度死を覚悟するぐらい苦しい精神状態にまで追い詰められる必要があったと思う。そのチャンスを与えるためにこのウイルス騒動を体験しているはず。もしこのように開き直って腹をくくった答えが出てくると、火事場のバカ力というような力が湧いてきて、発想力も行動力も跳ね上がって、あれもできるんじゃないか、これもできるんじゃないかと斬新で面白いアイデアがどんどん出てくるようになるのです。そういう人には必ず次の展開が出てくるわけです。実際に東日本大震災の時、東京都内で中華料理の店長をしていた方がウイルス騒動を機に展開が大きく変わった例があります。東京では計画停電があって、スーパーやコンビニから食材が一気になくなりました。そして飲食店は軒並み売り上げが落ちてたんですね。このお店のスタッフはほとんど中国人の方で、震災の時ほぼ全員が本国に帰ってしまったそうです。ですがこの時それまで下っ端扱いされていた一番若いスタッフが一人だけ残ったんです。そしてこのようなことを言ったんです。
こんな時だからこそ温かい食事で地元の人たちを元気つけましょう。今は利益のことは考えず残った僕たちだけでなんとか店を回しましょう。この言葉に店長も同意して今ある食材だけで利益度外視でお店を回しました。停電の中、店にろうそくを立てて営業したのですね。そしてこのお店は震災後1ヶ月の売り上げは前年の売り上げを超えていたのです。つまり、この震災のおかげで店に本当にやる気のある人だけが残った。そういう風に店長は思うようになったそうです。この経験は自分にとって悪いことだけではなかった。本当は何らかの気づきをもたらすために起きたという解釈を付け直すことで現象が変わってくるのですね。次はもう少し踏み込んで、もしあなたが自分は親に捨てられたのではないかと無意識で無価値観を抱いていたとします。この場合はどうしたらいいかというと、このように質問してみます。あなたは何のために自分自身を親に捨てさせたのですか？これ聞いたら大抵の人は、おっしゃる意味がわかりませんとか、自分が捨てられたくてさせたわけではありませんよってなると思います。ですが、橋貝先生はこう言うのです。いやいやいや、そういう見方をしているからあなたの悩みはいつまでも消えないのです。もう一度聞きますよ。どうしてあなたは幼い頃親に自分を捨てさせたのですか？すると多くの場合はこんな答えが返ってくるそうです。血のつながりがないのに自分のことを大事にしてくれる人がいると気づきました。すると橋貝先生はさらに質問します。まだ気づいてないんですが、親に自分を捨てさせた目的を答えがわからないとすっきりしないと思いますので、答えを言っておきますね。その答えは、親と仲がいい人はどうしても家族に縛られて、家族が第一という枠組みの中から抜け出すことが難しくなります。つまり何か問題があれば家族が優先だという考え方に固執してしまうのです。ですが、親や家族との関係が最初から切れてる人ならどうでしょうか？世の中の人たちが私たちの家族だとか、多くの人たちを自分の家族とみなして影響を与えていくぞ。そんなお役目があるとも言えるわけです。だから後ろ髪を引かれないように、あえて親や家族との関係を最初から切った状態で生まれてくるのです。なぜなら彼女らはこの圧倒的多数の世の中の人たちに影響を与えていく役割だからなんです。それだけ多くの人に影響を与えていきなさいと人生の方から言われているわけです。親に自分を捨てさせたのも、たくさんの人を導くことができる能力や器を自然と備えているのも、すべて本人自身が作り出したシナリオなんです。この問いかけを自分自身にすることで、起こる現実に喜びを見出していくというとんでもない変革を起こすことができるのです。すると徐々に他人ではなく自分に原因を求めるようになっていきます。これこそが人生を思い通りにコントロールするためのとっても重要なポイントなんですね。では、もう一度質問しますね。3秒ずつ沈黙しますので、動画を少しだけ止めて、じっくり楽しく生きる目的を探ってみましょう。あなたはわざわざ何のためにその不都合を体験しているのですか？これは一体何のためにうまくいかないんでしょうか？この怒りは何のため？その人を許さないのは何のためですか？あなたの未来は自分の思い通りになるのは当たり前なんです。困難の大きさはあなたのポテンシャルの高さに比例します。なんだかんだ言ってあなたに起こることは全部必要があって起こっているんだと思えた時に、あなたのリミッターが外れて劇的に見え方が変わってきて、起こる現象が変わっていくのです。自分のままで突き抜ける無意識の法則には、今回ご紹介した内容以外にも、メタ無意識やもっと詳しくわかりやすく内容が書かれています。本当に素晴らしい本でした。最後に次回予告しますね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。潜在意識を書き換えて望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料で手に入れたいという場合は、動画の下にある概要欄から公式 LINE に登録して次回の無料配信をしばらくね、先になるとは思いますが、楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、成功するための必要な本のまとめなど有益な情報と感じるものだけを厳選してできる限りわかりやすく約1週間に1本配信しています。低評価、高評価ボタンを押していただけるととても励みになります。また一番大切に思う友達に共有ボタンで教えてあげられると喜ばれるかもしれません。次回はさやかさんの今更だけど引き寄せちゃったスピ初心者の私がひたすら引き寄せの法則を実践した12ヶ月を究極にまとめます。来週も楽しみにお待ちくださいね。興味のある場合はチャンネル登録とその隣のベルのボタン、これですね。これを押すと新しい動画の通知が届きます。
そしてメンバーシップ動画では3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上がたった本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。ピンときた場合は一度覗いてみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは自分のままで突き抜けることが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。